皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回はみんな大好き保険の授業にして少女たちの美脇について解説します。というか美脇キャラについての解説ってうちぐらいだろ。東方キャラの魅力といえばやはり少女たちの素晴らしい美脇ですから、今日も和気あいあいと楽しい保険の授業にしていくので楽しみにしていてください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。では、早速授業開始ですよ。それではまずはじめに紹介するのは、東方プロジェクトの美脇代表と言える白麗レ夢ムです。彼女に関しては間違いない。白麗レ夢ムは単純で裏表がない、喜怒哀楽が激しく、人間妖怪を問わず引きつける不思議な雰囲気の持ち主。春のように非常に陽気で危機感に欠けていますね。だからか仕事に関してはあまり積極的ではないもんな。そんなことないですよ。レイさんの一日のスケジュールはとても大変。異変が起きていない時は参拝客が少ない神社をブラブラし掃除しているふりをしたりお茶を飲んだりしているのです。いやどこが大変なんだよ。ちなみにレイムの買い出しなどは、人間の里に顔をよく出すことがあるようですね。ということは、前回の授業で判明した人里で団子屋を営む青リンゴとも関わってそう。そのような性格なためか、強い妖怪からはこのような性格が好まれていますが、弱い妖怪からは怖がられている傾向があります。彼女は歴代の巫女の中でも最も危機感に欠けていて、修行不足ではありますが、実力は歴代の巫女でもかなりのもの。前回の授業のレイムの能力について徹底的に学んだが、壊れ能力だったもんな。修行や勉強も不足していて、そもそも神社に祀っている神様が何か知らないようです。ほんまに巫女なのか？ちなみに白麗神社には守谷神社の分社があり、かな子はそこからワープすることが可能です。いやワープの仕方が完全に瞬間移動だったよね。レイムは異変が起きていない時には至って普通の人間です。しかし、白麗の巫女としての白麗大結界を管理し幻想郷を見守っている者。この白麗大結界が内からでも外からでも破壊されれば、幻想郷は無事では済まないからかなり重要な役割を持っていますね。なので実質幻想郷を牛耳っているのは白麗レ夢ムです。東方神秘録ではラスボス的な立ち振る舞いから脱却して、ついに白麗の巫女としてのセリフが聞けますよ。ついにラスボスから脱却ってズンさんも言ってたしな。そんなレ夢ムはやはり赤を基調とした巫女らしい衣装でしょう。赤いロリータ系の大きなリボン、スカート、ノースリーブのシャツをベースに、外付けの白い振袖を足すことによって巫女服のシルエットになっている衣装が特徴。そしてこの巫女衣装は袖が分離した、脇が露出する特徴的なデザインをしていて、そのためファンからは脇巫女という愛称で呼ばれていますよ。ちなみにレイさんの脇はレノアハピネスの香りがするんですよ。なんでお前は知ってんだよ。またサラシを巻いていて、栄夜章の立ち絵など、袖口から稀にサラシが見えることがありますね。こういったように少しサラシが見えることによってチラ見効果でドキッとしてしまうんですよ。二次創作でもレイムはやたらと脇を見せつけていますね。また前回紹介したミューズダッシュとのコラボでは、曲のスコア採点の字に両手を万歳して見せびらかすという、なんともハレンチな。後手側とちゃうねん。ちなみに神主も認める巫女装束っぽくない巫女装束は、制服のようなものらしいですよ。また脇の部分を分けて月読み子とすることもあります。一体誰が考えたんだよ。格ゲー作品では、かなり脇を強調した立ち絵が見られますね。特に奇想天の立ち絵ではウィンクしながら脇を見せています。ここまでしていると分かっててやってるんじゃないかって思っちゃいますよね。別にそんなことはないけどね。ドット絵ではなんと戦いながらも、ファンのために満面の笑みで脇巫女を晒してくれます。晒しが見えていて、少し筋が見えたりとたまらないですね。二次創作のイラストでは晒しを巻いてない状態だったりあざとく見せていたりと非常にセクシーなものがあったりします。そしてもちろんですが、やはりレイさんのあの素晴らしい脇を使った R18 の同人作品なども存在するので、視聴者の紳士たちは見てみると良いですよ。いや何の推薦なんだよ。なに私の脇を見せろですか？ 1 回3万円で OK しますよ。誰もあなたに頼んでいません。それでは次に紹介するのは、同じく脇巫女にして神の脇を持つこちやさなえです。さなえはもともとは、風の神様を祀る人間の家系の末裔であり、さなえの風敷とは食用のことです。風敷とは風を鎮めるために、風の神を祀る行事のことだぜ。ですが、秘密の多い秘術で風や雨を降らす奇跡を起こしているうちに周りの人間は秘術を行う人間自体を信仰しています。信仰が得られなくなった外の世界から、八坂かな子森安はこの二柱と共に白麗大結界を飛び越え、幻想郷に湖と守谷神社ごと引っ越してきました。書籍作品に登場する際は割とおとなしく、社交的で常識人な性格なのですが、弾幕 STG 本編では、妖怪退治の楽しさを知りテンションが高めではっちゃけた台詞があることがよく見られますね。青蓮戦に関しては人柄少し変わってたからな。制作者ズンさん曰く意外と使いやすいキャラクターでどんなシチュエーションでも放り込んでいけるとのこと。レイムとマリサの両方の要素を持っていて、
独立した性格を持っているから使いやすいとのことです。確かに周りの癖のあるキャラに比べては、かなり人間味のあるキャラな感じがするな。そう、霊夢はあまり語らない分、サナエは色々と語るキャラ、つまり霊夢とは反対のキャラというわけですね。ちなみにサナエの年齢に関してなんですが不明です。メッセさん王による東方精錬戦初回販売特典のテレフォンカードで書かれたセーラー服姿のサナエから、よく二次創作漫画などでは、高校生として書かれるため10代後半のイメージで書かれることが、なるほど、サナエが高校生なイメージがあるのは精錬戦の特典から始まったものだったのかというかサナエの目道路に捨てられた手袋を見るような目をしてない？私はかなり好きです。そして漫画、東方茨河線では電気ネズミの幼獣が現れた時にピカチュウを連想していたので、外の世界の最近のゲームを知っていることからかなり若いと思われますね。また、キマイラのヌエを見た時はおそらくドラクエを連想していたので、かなりゲーム好きなことがわかります。へえ、それは意外だったぜ。この前取材した時はバイオハザードやってましたからね。意外と想像できてしまうんだが、容姿としては、頭につけたカエルと白蛇の髪飾りは彼女の特徴とも言えるアクセサリーで、これは諏訪湖のカエルとカナコの蛇の象徴を表したものでもあるようです。まず初登場の風神録の立ち絵を見ると、やはり巫女衣装らしく脇がかなり露出していることがわかります。あの方がちらっと見えている衣装いいよね。東方神霊廟ではキャラクターの立ち絵が横を向いていることからなんとさな脇を拝めることができるのです。本当だ、よく見るとなかなかセクシーだぜ。それにしても霊夢さんよくこんなの見つけたな。我が愛する視聴者の学生さんたちに少しでも少女たちの脇の魅力を知ってもらうために、しっかりと日頃から視野を広く持って取り組んでいるのですよ。実は言ってることひどいけどかっこよく見えてしまった。そして東方飛翔天則の立ち絵はなんと何かの呪文を唱えるためかお払い棒を持った片方の腕を上げているんですが、かなり露出していてエチエチなんですよ。さらに穀物を豊かにする巫女なだけあって胸も豊かな分、横乳という神の領域を拝めることが、これは確かにすごいぜ。こういったことから、二次創作でもサナエの脇を拝めることができるイラストがよく描かれていますね。そして先ほども言ったように脇巫女のおかげで、横から見れる胸に目の前銀色になることも、いや目の前銀色って。なのでこの霊夢は買ってしまったのですよ。これぞまさしく奇跡の力なんじゃないかということが。では、次に紹介するのは、東方神霊廟の6面ボスの豊里耳の巫女、視聴者の学生さん諸君。脇巫女は2人だけではなくここにもいたということだ。いやトランクスの名台詞をこんなところで使うんじゃありません。妙蓮寺の墓場の地下にある霊廟から復活した仙人で、別名聖徳王。モチーフは外の世界の視聴者さんもご存知の古代日本の有名人聖徳太子。ズンさん曰く、最近急に架空の人物にされかかっているので幻想郷に引っ越ししてもらったとのこと。これぞまさに幻想入りってことだな。長き眠りから目覚めた聖人で、生まれた時から尋常ならざる才能を持っていて、人間を超えるべくして超えた人物。周りの先人たちから見ても達観した方なんですが、本人曰くまだ修行中とのことです。宇宙の真理である道を追求したいという欲望を満たすために修行しているようですね。蜃気楼でマントを着用したのですが、これは自分を超人的に見せるという意味があるようですよ。これだけマントが似合うキャラって巫女か怪盗キッド様ぐらいだもんな。阿久曰く性格は意外と軽く、相手をよくからかうこともあり、フランクでおちゃらけているようです。しかし、直接対面すると全く隙を見せないどころか全てを見透かされている気分になり、恐れ多い気分になるというのです。巫女って日頃から冷静なイメージがあったが意外と普通にフランクな人だったのか。神様のカナコもかなりフランクな人ですが、カナコが言うにその方が信仰が集まりやすいから、うちのカナコ様に関してはやたらフランクすぎるけどね。巫女といえばの文字が入った耳当てをしていますよね。これはヘッドホンではなく遮音用イヤーマフであり、能力による聞こえすぎることから対策としてつけていますね。似たような能力を持つ阿久はこれを聞いてアイマスクをすればよかったと語っていますよ。なので私の手でアイマスクにしてあげようか、と言ったら振られちゃいました。いや何やってんだよ。ちなみに諏訪湖のケロ棒と同じく、バネが仕込んであるようです。特定の場所や方角に絞って音を拾うという機能もあるらしいです。めちゃくちゃ便利グッズじゃん。そんな巫女の衣装としてはノースリーブの薄紫に、スカートの紫色は聖徳太子の制定した簡易12階の最上位の色に対応しているもの。ノースリーブのおかげで脇の露出があり脇巫女と呼ばれるようになりましたね。ちなみに元からこの服装なのではなく、蘇った時に現代風にアレンジした服装が今のこれらしいです。ほう、前の服装はどんな感じだったんだろうな。確かメイド服を着ていたって聞きましたよ。メイド服は絶対着ることないやろ。東方神霊廟の豊里耳の巫女の衣装は脇の部分も見れるのですが肩の露出も多くセクシーですね。東方弾幕神楽の巫女は神霊廟衣装ですが、見た目カードを見るともみじを触ろうとして脇が露出しているのがわかります。その後ろに閉じ子がいますが、巫女様の脇何見てんだこらとこっちを凝視しているのがわかります。あれそういうことだったの？東方憑依花での立ち絵を見ると非常に脇巫女を拝めることができますよ。これはなんともセク
しいな。やはりライバル業者の聖白蓮とは違って胸がスレンダーな分、脇で対抗しているのでしょう。そういうわけではない。二次創作のイラストに関しては、尺を振り上げる時やマントを広げる時に脇がちらりと見えるというパターンが定番ですね。威厳もありながらもセクシーさも兼ね備えたミコらしいイラストが見受けられます。そういえば、マリサって何か特徴的なの持ってる？可愛いだけじゃダメなのかよ。いや悪かったって。それではラストに紹介する美脇キャラは東方栄夜賞の EX ボスである藤原のモコウですよ。モコウってあんまりイメージ湧かないぜ。彼女はある出来事で不老不死になれる薬の蓬莱の薬を飲み蓬莱人となりました。蓬莱の薬を飲むことによって魂が永遠の力を持ち、不老不死になった人間のこと。なので、能力は老いることも死ぬこともない程度の能力だよな。能力によって長生きしたことにより、普通の人間ではありえないような妖術を見つけていて、強力な妖怪とも互角に渡り合えることができますよ。しかし、弾幕天の弱や神秘録では蓬莱人であるせいか、死んでも構わないかのような捨て身の戦いぶりを前面に出しています。その分かなりのパワーがあり大妖怪のマミゾウからも信頼されていますね。マミゾウといえば、あの尻尾に秘密があるんだよな。格闘戦ではポケットに手を入れたままでの喧嘩キックや、力任せにぶん殴る柄の悪いスタイル。それほぼヤンキーやん。妖怪退治もやっていて、最近妖怪退治を専門とする集団が隠れ住んでいると間違った噂が流れてしまっています。一人でやっているのに、集団と間違えられるほどの腕前なのはさすがはモコタンなだけあるぜ。モコウの年齢については不明ですが、社名丸綾に取材された時はあなたよりも生きていると発言していることから1000歳以上は生きていることがわかりますね。幻想郷の海を知っている綾よりも年上だったのか。迷いの竹林で迷っている時に彼女に出会うと助けてもらえるのですが、大抵は人里まで送った後は何も言わずにさっさと立ち去ってしまうようです。イケメンすぎる。憑依花では新しい刺激を求めて完全憑依編に参加し、二ついはマミゾウと完全憑依のコンビを組んで共に異変の黒幕を追っていました。モコウによればスレイブが性に合っていて、マスター側で自身の力を的確に使いこなす知略のマミゾウとの連携に自信を持っていますね。また先ほども言ったようにマミゾウもまたモコウの力をよく感じていますね。互いに極めて相性のいいコンビとして理解し合っていて、互いのノリの良さや熱さなどもあって人間関係はとても良好。話の後半ではプリズムリバー楽団の音楽について語り合うこともあるんだぜ。マミゾウからの呼ばれ方はモコウ殿で、モコウはマミゾウについてタヌキの旦那などと呼んでいたりとかなり仲がいいです。はぐれ者同士ともが見つかってよかった。白髪ないし銀髪の超ロングヘアに真紅の瞳を持っています。髪には白地に赤の入った大きなリボンが一つと、毛先に小さなリボンを複数つけていますよ。上は白のカッターシャツで、下は赤いモンペのようなズボンをサスペンダーで吊っていて、その各所にはゴフが貼られていますね。神秘録では長袖ではなく半袖で登場。おいおい、半袖になったけどあれでは脇は見えないんじゃないか？ただし袖部分の脇のところだけは破れたような形状になっていて、ドット絵では脇まであらわになります。いやうまいこと破れたな。実際にゲーム中では脇部分が露出になっている様子がドットで表現されているのです。普通のドット絵では半袖でこれは脇もこう拝めないじゃんと思ったら、うまいことくり抜いてくれているおかげで技を出す時にはがっつり脇を見ることが可能。あわわわわわ、こいつはエチエチすぎるぜ。視聴者の学生さん諸君、運営側に敬意と拍手を送ろうではないか。ありがたや。また先ほど紹介した3人の脇巫女と違って破れてしまったというあざとさがないのが魅力。モコウは服装面でもついに流行りに乗ることになったのかもしれないですね。東方茨河線でも同種の半袖と袖破れの服装で登場しているなどモコウの新しい服装として定着していますよ。かぐやは露出が少ない分、正直羨ましがってそうだぜ。二次創作でもたまに脇モコが見れることがあります。しかし大体は長袖が多い。なので、これを見た視聴者さんたちで脇モコを流行らそう。ついでにマリサの脇も頼む。それでは今回の授業を終わりますよ。視聴者さんの好きな美脇キャラがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。